さんこんにちは。お元気でしょうか？はい、このポッドキャストは日本語学習者、中級者、上級者向けのポッドキャストです。自然な速さ、自然な話し方で話します。トランスクリプトを無料で公開しておりますので、こちら、私のウェブサイトをご覧ください。そして YouTube メンバーシップになりますと、このエピソードで出てきた難しい言葉を勉強できたり、日本の最新ニュースについて、説明している、YouTube ライブ見れたりできますので、メンバー限定になりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい。まずね、前回のエピソードで、私の体の悩みみたいなについて話したと思うんですけど、想像以上にちょっと反響がありまして、なんか YouTube チャンネルにもコメントをいっぱいくれたりとか、直接メッセージくれたりとか、Spotify とかのポッドキャストのチャンネルにもいっぱいコメントが来たりとかして、みんな優しすぎないっていう感じですね。本当にありがとう。みんな優しい。心配してくれてありがとう。でも元気です、私は。はい。やっぱね、コメントの中では、すごく共感しますという言葉が多くて、私も子供の頃から思うように、体が動かなくてとか、ここ最近体の調子がすごく悪くてとか、腰痛に悩まされて辛いですとか、不眠症なんですとか、いろんなわかるみたいなコメントも多くて嬉しかったし、嬉しかったって言うとあれなんだけど、なんていうの私が話したことによって、みんなわかるっていう、ちょっと分かり合えたみたいな、繋がったみたいなことが嬉しかったってね。みんなが体調悪いことが嬉しいわけじゃないからね。本当にそんなやばいやつじゃないからね、本当にね。はい。それも嬉しかったし、あとアドバイスもくれた方もたくさんいて、そう、あとシンプルに心配です、みたいな。頑張ってっていう応援コメントとかも来て、すごい優しいな。私のリスナーさんは本当にみんないい人。あとさ、やっぱさ、ちょっと話変わるんだけど、やっぱさ、私のリスナーさんって日本語上手すぎないっていうね。みんなさ、日本語でさ、普通にコメントしてくるんだけどさ、マジ日本人かさ、区別つかないんだよね。みんな上手すぎて。建前じゃないからね、これね。マジで。長文でさ、日本語でみんなさ、コメントとかくれてさ、なんか、感心しちゃったよね。すげーって。うん。そう。たまに日本人の人からコメント来たりするんだけど、わかんないの。この人って海外から来てるのか、日本人なのかもわかんないし、みたいな。みんな。そう。っていうね。すごいなって、ありがたいよ。本当に。あんまりそういうチャンネルないと思う。本当に。長文で日本語コメントくれるとかさ。よくあんのよ。みんな本当にすごい。で、改めてね、ちょっと誇りに思いました。勝手に。私のリスナーさんとかに対して。はい、本当ありがとう。そうで、みんなのアドバイスとかも読んで、全部ね、もちろん読んで、ちょっと実行に移そうと決意しまして、まずスタンディングデスクを、まずデスクをスタンディングデスクに変えようと思います。はい。このデスク結構気に入ってるんだけど、売ります。セカンドストリートとかに売ろうかな。はい。あとディスプレイをね、すごい目に優しいディスプレイとかを買おうかなって思ってます。うん。ブルーライトをすごいカットしてくれるやつとか、ほんと目に優しいものを買い替えようかなとか、あとは健康診断にね、なんていうの、ガチな、全部みたいな、もう、全部見てくれるみたいな、ガチな健康診断に行こうとか、はい、いろいろ考えております。うん。楽しみね。お金が飛んでいくのが楽しくないんだけど、で、状況が回復していくのではって、想像すると楽しいっていうね。ポジティブに考えるとね。はい。お金は飛ぶのほんと楽しくないんだけどね。高えみたいなね。ディスプレイとかもね。しょうがないね。体は大事なんで。はい。みんな改めてありがとうということで。はい。そして、今日はですね、
リアル日本語会話の、シリーズ第2弾の教材が発売しましたという発表でございます。はい。私はリアル日本語会話という会話教材を、作り始めまして、第1弾は仲良し後輩との休日編という割とカジュアルで、先輩後輩の仲良しな人たちのやりとりで、一緒に映画を見に行って、なんかご飯屋さんで注文したりとか、レストラン予約したりとか、なんか映画の感想を言い合ったり、割とカジュアルな、日常的な、教材だったんですけど、第2弾はですね、北海道出張編になりまして、お仕事の話になるんですね。なので、バンバンビジネス敬語が出てきます。はい。もう中心はそれです。うん、敬語です。うん。はい。なので、レベルもぐっと上がりますし、ページ数もぐっと上がっております。はい。前回の教材と比べると多分ページ数倍ぐらいですね。73ページぐらいあるので、はい、ボリュームたっぷりになっております。うん。で、今ね、初めて見てくれてる方もいると思うので、リアル日本語会話について、この教材についてまずちょっと、もう一度説明させていただくと、会話のための、もうタイトル通り、リアルな日本語の会話を学ぼうという教材になっています。で、本当になんか、日本語学習者向けにちょっと言葉を簡単にしてみようとか、なんか、そういうことは一切、やってないです。うん。どっちかというと私はもう、一つの物語を作る。日本語でっていう感じなので、もう日本人が普段どのような会話をしているのか、私だったら何て言うかとか、自分の実体験も、なんか踏まえて作っているものですね。で、プロの声優さんに頼んで、音声も作ってるんですけど、その声優さんにも、ご自身が、その声優さんたちが話すスピードで、えっと、まあ、自由にというか、やってくださいっていう風に、なんていうの、リクエストをして作ってもらってるので、早いです。みんな早いと思う。早いと思うと思う。うん。でもこれがリアルな速さなんだよということを皆さんに伝えたいし、一応その80%の速さ、ちょっとゆっくりめの音声もあるので、ちょっと早いと思った方は、全然その80%ぐらいの音声から始めて、最終的にフルの100%の音声で、ちゃんと聞き取れるようになったら、グッドっていう感じですね。で、シャドーイングにも使ってほしいという風に作った教材になってるので、シャドーイングがしやすいように、音声も作っております。うん。そのキャラクター別の練習用音声というのもあります。はい。シャドーイングに使ってほしいね、本当に。うん。私の激おすすめ勉強法、シャドーイングですね。うん。リスニングにもいいし、話すのにもいいし、あと語彙の練習にもいいんですよね。うん。真似すれば真似するほど、それで話した言葉って頭に残るんで。はい。あとは日本人の自然な話し方、相槌、リアクションとか、そういうことも学べます。はい。イメージとしては、この教材はですね、教材として作ってるというよりは、あとドラマ CD とか、ラジオドラマとかを、モデルに作ってるんですね。はい。なので、今回も主人公は春子ちゃんです。前回出てきた主人公の春子ちゃん、そして後輩のミカちゃんも出てきます。はい。春かじゃないからね。私じゃないよ。私と全然関係ない。春子。春子。うん。そう。で、後輩のミカちゃん。あと、今回は、春子ちゃんの、部長も出てきますね。はい。あとは、今回は、
はるこちゃんの会社以外の他の企業の人とか出てくるって感じですね。はい。本当なんかストーリーも楽しんでほしいし、そのキャラクターたちにももう楽しんでほしいなと思っております。うん。はい。どんなシチュエーションかというと、北海道出張編なんで北海道に行きます。はい。最初は、8シチュエーション、8場面ありまして、1番目の場面はですね、出張のお願いですね。その上司がちょっと春子に、ごめん、ちょっと北海道出張行ってくれませんっていうお願いをする。なので、オフィスでの自然な、その上司と部下の会話が最初に始まって、その後2番目、空港で待ち合わせをする。これちょっとなんかこう、なんかジョークを交えつつ、なんか眠いんだけど朝、みたいな。ね。で、上司がなんかしっかりしな、みたいなね。ことを言うみたいなシチュエーション。3番目が、企業さんとの名刺交換。今回はですね、この北海道出張編は何しに行くのかっていう話なんですけど、合同説明会に行くというシチュエーションなんですね。で、合同説明会っていうのはですね、新卒向け、就活生ですよね。学生たち。これから働きたいと言ってる就職活動生、就活生向けの会社説明会っていうのが日本にはありましてですね。合同説明会なので、いろんな会社の人が一気に集まって、説明会をするっていうイベントが日本ではあるんですよ。はい。この説明もね、ちょっと、文化説明として、説明してるので、はい。どんなものなのか、どんな文化があるのかっていうのもちょっと学べます、ここで。はい。あ、宅配ですね。すいません。宅配ボックスに入れていただけたら。はい。ということで、そう、合同説明会に行くということで、何の話してたんだっけ？そう。他の企業さんにも会うので、その他の企業さんと、はじめまして、私、何々株式会社の何々です、みたいな。なんか、自己紹介みたいな。で、名刺交換ですね。はい。日本はね、必ず名刺交換するので、初めて会った人には。で、私の、なんか、弊社では何々という事業をやっておりますとか、こういうサービスをやっておりますっていう会話ですね。はい。なので結構これはすごいビジネスっぽい話です。3つ目の場面の企業さんとの名刺交換の一部の音声をお聞きください。おはようございます。今少しお時間よろしいでしょうか？おはようございます。大丈夫ですよ。お隣のブースの方ですか？はい。本日、隣のブースに出店しております、未来ワークス株式会社の大谷と申します。本日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。私、北星フーズの佐藤と申します。恐れ入ります。お名刺を頂戴してもよろしいでしょうか？はい、もちろんです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。頂戴いたします。こちら、私の名刺でございます。頂戴いたします。未来ワークスさんは今回初めてのご出店ですか？はい。札幌会場は初めてなんです。例年は東京と大阪だけだったんですが、今年から地方採用にも力を入れていまして。そうなんですね。うちは地元企業なんで、毎年ここに出てるんですよ。私、小松と申します。営業部から参加しております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。で、4番目は、その説明会に来た学生との会話ですね。一応、主人公の春子ちゃんは人事部の人事さんなので、HR の人ですね。人事なので、その学生と、その、なんていうの、入りたい、この会社に興味がありますという学生との会話というのがあります。はい。で、この学生っていうのは今回、韓国から来た留学生、キムさんっていうね、設定にしました。このキムさんはですね、札幌で専門学校に通いながら、日本で就職したいと考えている、ウェブエンジニア志望の学生ですね。はい、リアルな設定。で、なんかその、
そのキムさんがちょっとお話聞きたいんですけど、みたいな。で、春子と、その会社でどんなサービス作ってるんですかとか、僕こういうことしたいんですけどとか、なんかそういうやりとり。だから日本語がちょっと不安なんですとか、はい、そういうやりとりをするというシチュエーションですね。4つ目の場面の学生とのやりとりの一部の音声をお聞きください。すみません。少しお話を聞いてもいいですか？はい、もちろんです。どうぞ、おかけください。失礼します。ミライワークス株式会社人事部の村田と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。札幌の専門学校に通っているキムと申します。キムさん、よろしくお願いします。今日はどんなことを聞きたいですか？はい。最初に確認したいんですが、ミライワークスさんでは外国人も採用していますか？はい、国籍に関係なく応募していただけますよ。それは良かったです。差し支えなければ、キムさんはどちらのご出身か伺ってもよ。そして5番目はお疲れ会ということで、まあ飲み会ですね。ここで結構カジュアルな話とか、まあ、せっかく北海道ということなので、北海道のグルメの話とか、北海道エピソードをちょっと入れてみました。うん。で、6番目はパソコンがないっていうね。空港で、パソコンを忘れるというね。トラブル。これはですね、実は私の生徒さん、台湾の生徒さんが、自分の会社でこういう事件があったんだっていう話をしてくれて、ぜひ会話トピックで使ってくださいみたいな話だったんで、本当に使いましたっていう。ネタ提供をしてくれた方がいたので、はいはい、本当にいるんだ、みたいな。空港でパソコン忘れちゃう人ってね。会社のパソコン忘れたらやばいよ。超やばいよ。っていうシチュエーションですね。なので、空港のスタッフさんとの、会話ですね。すいません、落とし物したんですけど、とか、どうすればいいですかとか、もう飛行機出発しちゃうんです、みたいなね。ああいう会話を入れてみました。うん。で、7日目じゃない。7個目は、まあ、後日会社で、まあ、パソコンが見つかったよとか、まあ、締めの会話ですね。はい。はい。で、8番目は、前回と同様で、独り言になります。春子ちゃんの、今回の出張はどうだったかっていう独り言シーンですね。ここはですね、春子ちゃんが一人で、話します。なので、これは本当になんか、1ページ分ぐらいの量なので、これ本当にシャドーイングとして、長いシャドーイングとして使ってくださいという。はい。以上になりますね。今回のシチュエーションが。かなりね、レベルは高いと思います。特に何々させていただけませんかとか、なんか承知しましたとか、伺ってもよろしいでしょうかとか、何してもよろしいでしょうかとか、敬語がバンバン出てくるし、スピードも速いので、まあ速いっていうかまあネイティブスピードなので、口がもう回らないみたいな、シャドーイングマジむずいんだけどっていう風になりそうな気がします。IT 系の言葉とか、いろいろ出てくるので、口が回らねえよって思う方いると思うんですけど、まあ、個人的にね、やっぱり日本語を上達させたいとか、まあ、特に日本に住んでる人とか日本に住みたい人は特になんだけど、日本人の環境に入りたいとか、日本人とちゃんと会話をしたいと思う方は、リアルな本当の日本人の喋り方で練習しないと、なかなか、そこまでのレベルには到達しないと考えているんですよ、私は。うん。日本人と同じ話し方を聞かないと、聴解としても上達しない。上達しないって言ったら上達するんだけど、到達しないだね。ネイティブレベルに。はい。かといってね、なんか、ドラマとか映画とか、まあ、あとはバラエティ番組とか見ても、スクリプトとかもないから、何言ってんだろう、この人たちみたいなね、ことになっちゃって、なんか、
勉強にはなかなか使いづらかったりするじゃん。ね。そういうことに困ってる人たち向けに作ったって感じかな。うん。はい。でも、もちろん難しいので、ゆっくりめのスピードというのも、その、音声の、なんていうの、その商品の中に入っています。なので、最初はゆっくりめでスタートして、練習を重ねて、うまくできるようになったら、その 100% のスピードで練習してみるというのをお勧めします。はい。キャラクター別の練習音声も入っているので、春子ちゃんになりきってみたり、後輩のミカちゃんになりきってみたり、部長になりきってみたりね。はい。いろんなキャラクターがいますので、たくさん練習して、いろいろな話し方とか、勉強してみてください。はい。以上かな。まあ、あとね、もちろんその会話だけでなく、日本の文化説明とか表現説明っていうのもたくさん今回も入っております。まあ、文化説明だと、さっきの合同説明会って何すんのとか。まあ、大学生の就職活動事情ってどんな感じ？日本の独特なね、就職活動事情ってどんな感じなのとか。はい。そういう話だったり、まあ、便利な表現ですね。とか、はい。まあ、N1、N2 以上の、本当になんていうの？もうね、本当に自分だったら何を言うかっていうのも考えて作ってるので、なんか本当に、その、教科書とかじゃなく、ネイティブがどういう言葉を使うのかっていうのに意識して、そういう表現が学べたりしていますね。はい。はい。あと、どんな、もう言葉もいっぱいあります。新しい言葉とかもいっぱいあります。はい。あとはなんか、ビジネス系の話だと、弊社、御社、記者の違いとか、私っていうの、私っていうのとかね、細かい説明ですね。あとは日本の名詞交換ってどんな感じ？どうやって名詞交換するのみたいな。基本的な流れを、学べたりとかしますね。まあ、あとは北海道の文化説明とかね。はい。もあります。あと空港で使える言葉っていうのもリストにして作ってますね。空港で使う言葉もめちゃくちゃいっぱいあるんだよね。はい。はい。ってな感じですね。もう本当にみんなが楽しく、そして実用的に勉強できるようにというのを本当に意識して作りました。はい。で、まあ内容も難しいので、中国語訳と英語訳のも一緒に入っていますので、あとは、もう一つが、優しい日本語バージョンというのもありまして、そのスクリプトを、教科書的な N3 ぐらいの優しい日本語に変えたら、こういう言い方になるよっていう、バージョンも入ってます。うん。なんか普通日本語バージョン、英語、中国語、あと優しい日本語バージョンが入ってます。はい。まあ、優しい日本語バージョンは、なんていうの？これも結構役に立つというか、言い換えとか、あ、こういう表現ってこういう風に言い換えてるんだっていうのも学べるようにしてますので、こちらもね、合わせて見ながら勉強に役立ててください。はい。ですね。もうほんとね、いろいろね。はい。です。で、気になるお値段はですね、今回は15ユーロで発売しております。前回より値段が上がってるんですけど、まあ、理由はシンプルにボリュームが倍っていうね。ボリュームが倍です。はい、前回より。なので、お値段も、まあ、少し上がってるんですけど。はい。まあ、YouTube メンバーシップ限定で今クーポンを配っていて、YouTube メンバーシップになっていただくと 10% オフクーポンをもらえるので、8月31日まで使えます。なので、これを機にメンバーシップにも入って、クーポンもゲットっていうのもありです。はい。
第1弾の、教材にもクーポン使えますので、まだ買ってない人、ね、ぜひ合わせて、2つ合わせて買ってみてください。どうかな。まあ上級者向けなんだけど、めちゃめちゃ。でもなんかこう、日本に住みたいとか、日本で今います。私上級じゃないけど、とかっていう人はぜひ手に取ってほしいなと、思いますね。やっぱ、上級とか関わらず、これがリアルな日本語なのでという。はい。だし、その敬語を練習したい人にもおすすめです。はい。以上。なんかね、私もね、この教材作るの楽しいんだよね。何をみんなに伝えようかということとか、実際に日本人として会話するとどういうリアクションするんだろうとか、どういう相槌だろうとか、なんかどういう話し方だろうみたいなことをすごい考えてるの。結構楽しいですね。はい。はい。はい。で、第3弾も作ってます、今。はい。早いみたいな。まあ、月1で販売していきたいというのが目標なんですけど、第3弾は、リクエストにもあったんで、病院です。病院に行くっていうのが第3弾です。で第3弾の主人公は、春子ちゃんじゃなく、後輩のゆうきくんになります。男性が主人公、ゆうきくんが、熱が出て、ちょっとインフルエンザかも。ちょっと病院行かなきゃいけないみたいな感じで、会社から帰って病院に行って、その病院のやりとりを細かく作る予定ですね。はい。どういう受付とか、どういう症状を言うとか、薬をもらうとか、なんかそういうやりとりになります。はい。お楽しみに。まあでも、春子ちゃんも出てくる。いつも通り。はい。まあ、これをね、ぜひね、シリーズとして買ってほしいなっていうのがあって、なんか、ストーリーになっているので、ね、それも楽しんでほしいんですよ、私的に。春子ちゃんは今日はどんな冒険が待ってるんだろうとか、どんなキャラが出てくるんだろうとかね。その春子ちゃんの成長とかね。はい。ちょっとプロフィール、ちょっと教えようか。春子ちゃんは32歳。東京で一人暮らし。IT 企業で人事をしている。趣味はカフェ巡り。これ春子ちゃんですね、主人公。ミカちゃん。ミカちゃんは後輩で25歳。春子の、まあ、友達で会社の後輩。仲良しな後輩って感じかな。で、営業してます。で、趣味はアニメとアイドル。で、今回初登場の、部長、大谷部長ですね。はい、翔平じゃないよ。翔平大谷じゃないよ。はい。大谷部長ですね。45歳。はるかじゃない。私じゃない。はるこの会社の上司。厳しいけれど頼れる部長。趣味は奥さんと山登りです。はい、部長もね、いいキャラしてるんでね。はい。ぜひ、私のウェブサイトで買えます。ウェブサイトに行くと、ショップって書いてあるところがあるので、そこから買えます。はい。たくさん買ってくれたら嬉しいな。はい。ということでね。そう、この会話教材ね、まあ、月1でできたら発売していきたいと思ってるんだけど、これを作ってほしいっていうリクエストぜひお待ちしております。コメントとかで。はい。マジで採用しますから。はい。いろいろね、でもシチュエーション考えてるんだよね。まあ、友達同士で旅行に行く、すごいカジュアルな会話、友達とのやりとりも作りたいし、まあ、ビジネス系で面接とか、あとはなんだろうね。なんか、いろいろ。なんだっけ忘れちゃったな。なんかいろいろ考えてたんだけど。旅行、まあ、あと家族との会話とかね。はい。家族でどんな感じとか、そういうのですね。はい。ということで、皆さん、よろしくお願いします。はーい。じゃあ、以上です。今日は、何ですかね。教材発売したよーというお話でした。
今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あと、インスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。何でしたっけ？そう、YouTube メンバーシップ、メンバー募集しておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。いろいろ勉強できます。はい。そして教材もね、よろしくお願いします。私のウェブサイトから購入できます。はい。または、サニーサイドジャパニーズポッドキャスト、こちらもやっております。他の先生と対話式のポッドキャストになっていて、いろんなトピックについて、中級上級者向けのレベルでやっておりますので、はい。そしてサニーサイドジャパニーズ、グループクラスコミュニティですね。うん。メンバー募集中なので、ぜひ、こちらもウェブサイトチェックしてみてください。サニーサイドジャパニーズ。メンバーもね、増えてきて、この間ね、オフ会やったのよ、また。東京で。何人ぐらい ?10 名くらい来たかな。そう。東京済みのね、東京に住んでいる人と、今回ちょっと旅行で日本に来ましたっていう方と。はい。面白いよね。なんだろうね。ファミリーって感じ。サニーサイドジャパニーズファミリーって感じで。はい。ずーっとオンラインで話してて、対面で会っても、あんまり変わんないみたいな部分もあるし、そんなに背高いんだとか。いつもさ、上半身しかわかんないからさ、みたいな、背高みたいな。でかいみたいな。そのリアクション面白いよね。はい。あとなんだっけ？まだ言ってる。ゆうゆうさんと、春とゆうゆうのゲームで日本語というチャンネルもやっています。今、リトルナイトメア3をプレイしていて、YouTube チャンネルにプレイ動画上がってます。ゆうゆうさんとの。はい。よろしくどうぞ。以上です。はい。最近ね、ほんと私はもう家から出てない生活ですね。理由は暑いからです。もう死ぬほど暑くて40じゃねえ。37度とかになって、もう息苦しいのよ。サウナですかここはみたいな。ね。ちょっと黒くなったしね。スーパーに行くだけでちょっと黒くなるみたいな。はい。夏、でもね、近所でお祭りがあって、この間。盆踊りとかやってて。おばちゃんたちが。そう。埼玉なんだけどね、東京音頭踊ってたの。なんだっけ？これ違う。トゥルルトゥル、違う。これ違う。これ地元の盆踊りってのはもう、なんとか温度っていうね、歌があるの。で、東京温度は、野球のヤクルトスワローズの応援歌にもなってるんだけど、東京のやつ、すっげえと忘れした。なんだっけ。タタタン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 タタンタンタタン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 タタンタンタ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 タン踊り踊るならちょいと東京温度よいよいはいそう踊ってた。埼玉なのに東京温度なんだってね、思いました。そう、夏ですね。はい。以上ですね。何してんだろうね、最近ね。最近、特に何もしないわ。はい。ということで、以上。また次回。バイバーイ。